Go! 床もきれいになりまして、建具も、修理して入れましたけども、この電気がね、和室の昔のままの電気なんです。まあこれも味があっていいかなとも思うんですけども、もうちょっとおしゃれに変えてみたいと思います。この梁の上に、LED テープを貼って間接照明にしようかなと。そしてスイッチがないので、この角のところに、紐を引っ張るタイプのスイッチをつけようと思います。これが今回行う配線です。このプルスイッチでコンセントのオンオフを行って、アダプターを介して LED テープを光らせるという内容です。準備したものはこちらです。まずこれが LED テープライト、10メートルで2000円とか3000円とか、まあだいぶ安いですよね。これはコネクター類ですね。それで電源のアダプターと、それをつなぐためのコンセント、それからスイッチは引っ張るタイプのスイッチ、プルスイッチですね。でこれは LED テープライトを固定するための部材です。まずはじめに、スイッチを接続するための、電線を通す穴を開けます。そしたら天井裏に上がって、ケーブルを通していきます。古民家再生の場合はだいたい露出の配線になると思うので、こういう黒いケーブルにしておくと見た目もいいと思います。ケーブルが通ったら実際に接続していきますけども、もちろんブレーカーは落として、工事しています。最後に必ずこのジョイントボックスをかぶせておきます。これをやっておくと、接続部分にホコリが溜まってショートするというようなことが防げますし、それからネズミがかじるっていうこともねあるらしいんですよ。それも防げますので必ず、ボックスをかぶせて、工事を終了するということにしています。ここにプルスイッチをつけるんですけども、プルスイッチは昔から形が変わっていないので、こうやって芯線に輪っかを作って、ネジで留めるタイプなんですよね。高いところに登った状態で、ドライバーを持って、ネジを締めるっていうのは結構厄介な作業ですね。大抵このネジを何回も落としますね。それでそのネジを探す時間の方がかかるというね。やっぱりこんな引っ張るタイプの、スイッチあんまり需要がないんでしょうね。まあしょうがないですけど、差し込みだけのスイッチに、改良してほしいところです。これでスイッチがつきました。これは作業用のライトを取り付けているところです。古い蛍光灯と、その配線関係は全部撤去します。ケーブルを留めているステープルですけれども、これは私はこうやってニッパで、挟んでテコの原理で抜くようにしています。こうすると柱や梁にあまり傷をつけずに抜くことができます。先ほどつけたプルスイッチに連動するコンセントをつけるんですが、このコンセントも露出コンセントになるんですけども、これもまた接続がですね、芯線を丸く作ってネジで締めるという形になるんですよね。露出のコンセントっていうのもあんまり需要がないんだと思うんですよね。それで古いままの作りになっているんだと思います。ケーブルは上から来てるんですが、
コンセントには下から入るように接続します。これは万が一雨漏りしてケーブルを伝って水が入ってきた時にコンセントの中には入らないようにということです。うちの場合は屋根を全部取り替えましたので、雨漏りはもうしないと思うんですが、もうこういう配線をする癖がついてしまっています。これが LED テープライトですね。必要な長さに切るんですけども、巻き癖がついてしまっていて、なかなかこれも厄介ですね。端っこをテープで床に留めて伸ばしながら長さを測るということになります。LED テープライトを切る位置は決まってますので、違うところで切ってしまわないようにこれは気をつける必要があります。このテープライトをアダプターに接続するために端子をつけなきゃならないんですが、端子の爪をですね、こういうハサミとか、そういうもので少しだけ起こして、テープが入りやすいようにした方が、つけやすいと思います。なぜかというとですね、テープライトの裏には両面テープがついてますよね。この両面テープの分だけ厚くなってしまっていて、このコネクターに入りづらいんですよね、すごく。なのでその分だけ少し爪を起こしてやるということですね。少しぐらい端子が浮いていても最終的にパチンと蓋を閉めますので、それで接続はしっかりとつくようになります。今回は梁の上に LED テープライトを貼りますけれども、 LED テープライトはこのように3本使います。この3本を T の字に接続するわけですが、3本を接続するコネクタっていうのがなかなか売ってませんでしたので、この配線は自作しようと思います。2本を接続するための配線はありましたので、これを半分に切って、3つ使って T の字にしてみようと思います。単純に切ったところをハンダ付けするだけなんですが、注意点としましては、プラスとマイナスの、切り口は少しずらすということですね。ハンダ付けした後に絶縁テープで巻きますけども、もしもその絶縁テープが剥がれたとしてもショートはしないようにということです。赤と黒の線の接続部分が少しだけずれているのがわかると思います。天井の構造はだいたいこんな感じなんですが、左側の梁にはこのように LED テープを上から貼ることができます。しかしながら右の梁にはこのように側面に貼るような形になってしまいます。これだと LED の光源が直接見えるので間接照明にはなりません。ですのでこのような三角形の細い木材を用意しまして、上の面に LED テープを貼ります。その木材を梁の側面に取り付けます。こうすれば LED の光源は直接見えませんので間接照明になります。その細い部材を作っています。梁の色と色を合わせるために柿渋に墨汁を少し混ぜて塗っています。何度も塗り重ねていくと梁と同じような色になりました。LED テープライトを貼り付けてコネクター類も取り付けておきます。目立たないように細めの釘で打ち付けておきます。これで
LED テープライトの設置が完了しました。スイッチを入れてみます。